ック藤山。さあでロック実際あんまりそのロックっていうイメージがどうなんでしょうね。そうですね。まあどちらかというとフォークだったので、まあでもやっぱりそのロックに憧れていきますよね。こう20歳ぐらいになってくると、やっぱり最初にそのバンドやった時に、ギターとドラムしかいなくて、でメンバー探す時に、ドラムとベースを募集するんですけど、なかなかそのベーシストが見つからなかったですよ。それでじゃあどうしようかなと思って僕そこでベーシストを選ぶんですよ。僕はバンドやりたくてもベースをやってでギタリストを呼んだ方が早いなと思って、でだから7年ぐらい僕ベースずっとやるんですよ。あ、そうなんですね。自己犠牲でしたね。いやいや、まあでもそれが結構すごい、はい、でもバンドしたかったんですよ。バンドやりたくて、でもじゃあ吹奏楽の二の舞じゃないですか。結局チューバなんですよ。結局なんかベースついてるんで結局ボンボンでそうなんです本当に。でそれでバンドやって、それからだからベースがよく聞こえる音楽を聞こえない、だからファンクとか好きでしたね。グラハムセントラルステーションとかちょっとファンキーなやつが好きで、そういうの聞いてましたね。オハイオプレイヤーズとか、素晴らしい。ベースがそんな感じなんですか。いやなんかこうちょっとファンキーでラリー・グラハムという人がその白いベースに自分の、ベースからマイクでそれで歌ってる見てかっこいいと思って、ベース弾きながら歌ってるの。じゃあ吹奏楽の二の足は踏まなかったですね。踏まなかった。またベースがかっこいいなと思ったんですけど、やっぱりギタリストが弾くベースって音数多いんですよ、どうしてもね。なんかこう普通にこうボーボッボーって弾かないですよ。ボーンボッボーなんかこんなことやるしまいにだからドラムの一緒にやったドラムがいい加減にしろって言われて、シンプルだけどいいベース弾くやつを紹介するって言われて、ベーシストが来た時にその時にめちゃくちゃロックインしてるっていうか、その重いビートがドンツッダンツッドドツッドドっていくのが、あれなんで自分が弾くベースはドドドって軽いんかなと思ったら、やっぱそのグルーブしてるっていうのがやっぱそこで7年やってるんだけど、ベースをやめてやっぱギターにしようと思って、それからギターに戻るんですけどね。初めてベースのいい話を聞いたちょっとベースを舐めてましたね。アコギでこう弾いてかっこいいロックの曲って何だと思いますか。エレキの曲をアコギでやってもかっこいいですよ。例えばこれこうアコギでやるとなんかこう急になんかすごい人数が増えた感じ、華やかになってね、かっこいいですね、確かにね。スモーク・オン・ザ・ウォーターって原曲はスイングタランパ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 ランタッタッタンタッタンって同じリフあるんですよ、原曲が。ディープパープルでいや違うじゃあビッグバンドのビッグバンドでね。ちょっと今のやつをスイングでやってみてもらえないかな。ザスタタスタタタラパンパンパン。いいですね。これがビッグバンドとかで。ビッグバンドのやつだ。確かに聞いたことある気がする。あれもそうですよ。ダラララランダララララ。あれもある全く同じのある。元曲があるんですね。ありますね。かっこよく言うとインスパイア。インスパイアですよね。そっからあれに持っていくとこはリッチーはすごい偉大だったと思いますよ。で、そうやってだからこう角度変えると曲が違う。そこがいいと思うんですよ。ですよね。柔軟な発想。さあそしてバンド活動はずっとやられて結局解散しちゃったんですか。解散しましたね。で解散した時になぜ解散しようかと思うと、27歳ぐらいの時にバンドメンバーをこう今までずっと募集で挨拶に行ったら、みんなタダでやってくれたんですよ。ギターやりませんかとかやるとかギターやりませんか。27ぐらいになった時にちょっとギター弾いてもらえますかって言ったらね、ギャラいくらって言われたんですよ。ギャラって何ですかと思って、
要するにまあ金を払えってことで、はそっからもう面倒くさいなと思ってバンドやんの金を払えないといけないし、でスタジオ代もお金がかかるしアマチュアでこれは無理だなと思ってメンバーも辞めていった時にどうしようかと思って残ったボーカルと2人でその当時タック&パティってすごいグループなんですよ。であんなんできたらいいなと思って中川功さんに教わったテクニックをなんとか駆使してタック&パティみたいにできたらいいかなと思って、それからアコースティックギターに戻るんですよね。でボーカルの方と2人で2人でしばらくやってたんですけど、やっぱボーカルともなんとなくこうボーカルが違う道行くとなった時に完全に一人になってしまって、それからもう一回じゃあソロに戻ったって感じです。なんか最初からソロでやっていこうっていうよりは最終的に一人になって結局師匠がやってた中川功さんのいや最初で一人でやっていくのって自信なかったんですよ、そのソロギターでやるっていうのが。でもそんな道のりがあったんですね。そこ逆にその環境だったからこそ今があるのかもしれませんよね。押尾幸太郎さんがい運命でするんじゃないかなと思います。で2002年にメジャーデビューをされて、はいね、そしてなんとモントルジャズフェスティバル、ね、スイスで行われるジャズフェスティバルにもご出演。そこで海外のリアクションはいかがでした？モントルジャズフェスティバルって本当に音楽が好きな人が集まってるので、まあ中にはもうあんなの今のイベントはジャズフェスティバルじゃないっていう酷評する人もいるけど、でも本当にもうコンピューターミュージックからフォークソングからもう街中音楽で溢れてて、で意外とみんなブルースがすごい好きなんですスイスの人たちって。だから BB キングがもう神で、クロード・ノブスさんの会長の前なんかギター弾いてもらってやって緊張しながらもこうタッピングテクニックがあって分かった分かったじゃあなんかブルースやれって言われてブルースを弾いてじゃあモントル来い。会長はハーモニカがブルースとハーモニカが好きで、お前みたいに売れてないぞなんか俺世に出すのが好きなんだよスティービー・レイボーもここで有名になったんだよとか言ってすごいこと言ってるなと思いながら、でそこで読んでもらってブルースが弾けて、大事な話ですよこいやれは。大事な話ですよ。もう本当にブルースも何にも知らなくてね、でなんかもう BB キングとこうセッションする時にもうフレーズ弾けなくてもう周りのギタリストみんな固まってこう緊張しててめちゃくちゃ早弾きするんですけどもう早弾きも弾けないしどうしようかなと思って、その時にねなんか今度トワイライトゾーントワイライトゾーンをBB キングの前でトワイライトゾーンを弾いた時に僕はもう絶対アウェイなことをしてしまった申し訳ないなと思ったらねすごいんですよ。 BB キングだったらこんな面白かったらお前も次面白かったよ面白かったよって言われてみんなネイザン・イーストとかもすごいそうそうたるメンバーがみんなこけてくれるんですよ。だから僕が置いてきぼろにならなくて一流すごいと思ったんですよ。みんなボケて崩れてくれて、だからみんな変な音出したりとかして日本でやってるのと同じ感じでやってみたんです。もうそれでそれでブーって言われたらでもそんなことなくてやっぱりすごいみんな応援してくれててとにかく手拍子をしてくれるんですよ。その戦場の「タダダンタダダン」って曲でも「タラララダン」いやその曲は手拍子しなくてもいいのにまた不思議な手拍子ですね。日本人はでももうこうやって聞くじゃないですか。こういう曲はもうしなくてでも僕はとにかく乗ろうとするんですよ。面白い。じゃあその頃のちょっとね気持ちを思い出してちょっとワンフレーズお願いできますか？いや素敵。モントルの湖を見て帰りたくそうそれ素敵ですね。素敵なコードボイシング次から次へ僕のレッスンになってるんですよ。ここがディープパープルのモントルの湖が燃えてたとこだなと思いながらフランク・ザッパーがレコーディングしてる時にねこれかと思って。スモーク・オン・ザ・ウォーターのね歌詞。ちょっとそろそろスペシャルセッション行ってみたいと思いますけどね、今回押尾幸太郎さんがマーティと一緒にやりたいという曲が、マーティさんってやっぱり日本の音階がすごく好きっていうのがすごい興味深くて、それはなんかこう僕ら以上にもすごく日本のメロディーに詳しいっていうかすごい好きっていうか僕ら逆にね、日本の音楽よりも
洋楽に憧れた方なんですどっちかって言ったら、だから日本の例えば演歌の方には、でも演歌ってなんかもうなんか大人の聴く音楽のイメージがあってそんなに聴いてなくて、やっぱりアメリカとかイギリスの音楽を聴きたいと思ってたんですけど、でもマーティさん逆で日本の音楽で八代亜紀からガーッと来て、僕ら八代亜紀ってやっぱりお父さんが聴いてるとかっていうイメージがあった。そんな今でこそその良さが分かるんですよ。やっぱ自分が大人になってやっと歌詞の良さが演歌いいなと思える年にはなったんですけど、やっぱりその20代の時はやっぱり分かんなかったんですよね。マーティさんすごくそれをこううまくギターに取り入れているところが面白くて、ちょっとその辺のなんかセッションができたらいいなと思って。じゃあ天城越えですかね。やりたいです。B で。おー、いいですね。泣いてますね。素敵ですね。じゃあ改めましてスペシャルセッション行ってみよう。いやー素晴らしい。素晴らしい泣き笑い劇場やね。本当ですね。ねいかがでしたか、一緒に実際やられて。楽しいですね。本当楽しい、心地よいですよ。なんかおしょさんギターはもちろんですけど体全体で何かこう波打ってる感じがね、また躍動感があって、ありがとうございます。はい。アコギのボディからこう伝わってくるっていう感じがしましたね。マーティはどうですか。いや、その楽器の音色がすごくいいんですけど、楽器より人、やっぱね、なんかそのタッチとかその演奏の安定とか、なんかコードの
テイストが美味しいですよ。あ僕の何のコードになるかわからないから、僕ただメロディの担当なんですけど、すごいサプライズのコードいっぱいやってくれるから、なんかよりテンション高くなるんですよ、弾きながら。最高。はい、ということでですね、今回は押尾コ太郎さんの知られざるというか意外なね、その歩みを、お話しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。やーでも本当素敵ですね、このアコースティックギターの素晴らしさをいいでしょね、伝えてくださって。はい、次回もですね引き続きそんな押尾コ太郎さんの魅力を掘り下げていきたいと思います。So until next time, keep on rocking! Hell yeah!